鉄筋工房へ、ようこそおいでくださいました。今回の動画は、これで安心、バッテリー上がり防止、を、お届けします。長期間、車を運転しないと、いざエンジン始動の時、セルモーターの元気がないとか、回らなかったという経験は、ありませんか？そんなトラブルを防止するために、ソーラーパネルを使って、常にバッテリーを補充電することで、解決を試みます。まずは、バッテリーがなぜ上がるのか、基本的なことを説明します。車のバッテリーは、主に、鉛蓄電池が使われています。一つの容器の中に、電解液、希硫酸が満たされており、プラスの電極に、二酸化鉛、マイナスの電極に、界面鉛が使われ、電解液の中に挿入されています。これらのセットは、セル、と呼ばれており、プラスとマイナスの電極の間には、約 2.1V の電圧がかかっています。このセルを6つ並べ、直列に配線したものが鉛蓄電池で、プラスとマイナスの電極端子には、約 12.6V の電圧がかかっています。それでは次に、この鉛蓄電池が、どのように車に使われているかを説明します。鉛蓄電池のプラス端子に接続された電線は、最初にフューズボックスに入ります。その後は、セルモーターや、エアコン、オーディオ機器などに分配され、それぞれ必要なお仕事をします。お仕事が終わったら、車のボディを通って、マイナス端子に戻ります。車のボディは金属なので、マイナス配線の代わりに使い、無駄を省いているのです。ここで、バッテリー上がりとは、どのような状態になるのかを説明します。充電せずに使い続けると、マイナスの電極に、乳酸鉛の結晶が析出します。析出量が多いと、電極板の電子移動が妨げられ、電気が流れなくなります。この現象は、サルフェーション、と呼ばれ、初期段階では、充電することで結晶は電解液に溶け込みますが、結晶が硬くなってしまうと元には戻らず、死亡判定されます。このサルフェーションを防止するには、定期的に、バッテリーを充電する必要があります。車には、オルタネーター、という発電機がエンジンにくっついており、エンジンを始動すると発電し、余剰電力はバッテリーに蓄える仕組みになっています。毎日車を運転する方は、ほぼ問題ありませんが、サンデードライバーの方や、長期出張とか、入院などで、長期間車を運転しない場合は、注意が必要です。ではなぜ、長期間車を運転しないと、放電してバッテリー容量が低下してしまうのでしょうか。それは、2つの放電現象が関係しています。1つ目は、自己放電。バッテリー端子を外しても、化学変化により、極微量な放電をしています。例えば、一般的な、容量 28Ah のバッテリーだと、約 3mAh の放電が行われているので、半年で、バッテリー容量が半分になる計算です。2つ目は、安電流による放電です。車のキーを抜いた状態でも、キーレス電波の受信や、時計や PC のバックアップのため、常にバッテリーから電流を供給しています。一般車では、約 20mAh の放電が行われているそうです。これは、約1ヶ月で、バッテリー容量が半分になる計算です。わかりやすいように、ちょいとグラフにしてみました。縦軸に、バッテリー容量。横軸に、月数をとっています。水色エリアは、全然平気レベル。だいたい、80% くらいなら大丈夫です。黄色エリアは、充電が必要なレベル。乳酸鉛の結晶が、少しずつ析出してきます。赤色エリアは、もう手遅れなレベル。充電しても、完全復活の可能性は低く、パルス充電という、特殊な充電をしても、難しいと思います。黒色エリアは、南無阿弥陀仏、です。では、先ほどの、自己放電は、どんな傾きになっているのでしょうか、見てみましょう。満タンだったバッテリーは、徐々に放電していき、6ヶ月後には、約半分の容量に低下します。次に、安電流の放電では、傾きが大きく、約1ヶ月後に、容量が半分になります。この2つの放電を合算すると、さらに傾きが大きくなり、25日くらいで、約半分になってしまいます。以上のことから、バッテリーを、常に良好な状態に保つため、どれくらいのソーラーパネルで充電したら良いかを検討します。
まずは、全国の日照時間の平均を調べてみました。ここは北陸なので、年間1600時間くらいの日照時間です。冬場は、平均の半分くらいの日照時間と仮定すると、1日に 2.2 時間の日照時間です。意外と少ないのね。ソーラーパネルは、少ないですが、曇りや雨の日でも発電します。その場合、発電効率を 10% と仮定し、両方を合わせると、1日に 2.8 時間の日照時間となります。バッテリーの放電量は 23mAh なので、これを1日に換算すると 552mAh となります。この量を 2.8 時間で補うには、だいたい 200mAh、2.4W 以上の発電能力があるソーラーパネルが必要だとわかりました。それで、巷では、どんなものが売られているか、ちょいと検索。代表的なのは、こんなのです。パワーは大丈夫そうですが、過充電でバッテリーを傷める可能性があり、ソーラーコントローラーが必要です。ちょうどよく、数年前に、600円で購入し、眠らせておいたソーラーパネルを思い出したので、性能を確認。5.9V、0.33A。12V のバッテリーを充電するには、それ以上の電圧が必要なので、あと2枚必要ですね。同じものが、まだ販売しているか検索します。はいはい、まだ販売してました。値段も変わらず600円です。早速2枚、ポチります。さらに必要なのが、これ、ソーラー充電コントローラー。バッテリーが満タンになったら、自動的に充電電流を制御してくれます。これがないと、日照時間帯は、常に充電を続けてしまうので、水の電気分解が進み、電解液が減少してしまいます。また、暗い時は、バッテリーからソーラーパネルに電気が流れ、せっかく溜め込んだ電気が無駄になります。このコントローラー、安いけど、自己消費電流がちょっぴり大きいので、少々お高いですが、自己消費電流が少ない、こちらのコントローラーを購入しました。さっきのは、1580円ですが、これは、3200円です。電子部品を買って、コントローラーの自作も考えましたが、鉄筋の今の実力では、消防車を呼ぶことになると思うし、これから長いお付き合いになるので、信頼ある製品を、選びました。前置きが随分長くなりましたが、ここから、購入したソーラーパネルの加工をします。パネル1枚の大きさは、縦横、11.5センチ。裏側は、プラスと、マイナスの、電線がハンダ付けされています。先ほど説明した通り、5.9V、0.33A、と表示されてます。これ1枚で 2W です。このパネル3枚を使って、バッテリーを充電できる電圧に昇圧します。ソーラーパネルは、乾電池と同じようなもので、直列につなぐと、電圧は加算され、電流は変わりません。並列につなぐと、電圧は変わらず、電流は加算されます。今回は、電圧を上げないと充電できないので、直列に配線します。これで、17.7V、0.33A、6W のソーラーパネルが出来上がります。次に、屋外設置を前提として、パネルを収めるカバーを作ります。材料は、耐候性がある、プラダン型ポリカーボネートと、アクリル板を使用します。まず、ソーラーパネルの大きさに合わせ、ポリカボードで底板を作り、パネルの厚さに合わせて枠を作ります。この中に、直列に配線した、3枚のソーラーパネルを収めます。その上に、透明アクリル板で蓋をします。接着には、温度が上がらないように、白色の、屋外用両面テープを使い、さらにクリアーシーラントで隙間を埋め、防水加工しました。出来上がったのが、これ。裏側は、こんな風になってます。プラスとマイナスの線を、電線ケーブルにつなぎ、ポリカボードの穴に通し、丸で囲った部分から引き出しました。横から見ると、こんな感じです。さて、いよいよ設置です。鉄筋の、愛車は、車中泊用にアレンジした、スクラム版。この車のバッテリー位置は、後方の床下にあります。フューズボックスから電源を取り出すのは、ちーとばかし面倒なので、ついでに購入しておいたシガーソケットを使って、バッテリーに直接ぶち込みました。購入したソーラーコントローラーを経由して、自作パネルへとつなげます。
電線を車外に出すとき、スライドドアに挟まれますが、ドアゴムパッキンは柔らかいので、潰れたりすることはありません。電線は、少し長めにしたので、太陽の角度によって、ソーラーパネルの置く場所を自由に変えられます。雨や風がひどい時は、ダッシュボードに避難します。これでも、直射日光が当たれば、ある程度は発電するので、このまま放置しても、十分充電できると、思います。実は、ネオジム磁石を、4個仕込んでおきました。車のボディの、どこにでもくっつきます。車を走らせると、飛んでいきますが。ところで、ちゃんと発電できているの？テスターレンジは、直流 30V。17.6V を示しています。ああよかったー。バッテリーに接続、ソーラーコントローラー始動。グリーン点滅、よーし、充電開始。いかがでしたか？他にも色々方法はあると思いますが、この動画が何かのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。鉄筋工房に、また来てね。